先手が攻めてきたタイミングで、穴熊のね、遠さですかね、この場合硬さというより遠さを生かした反撃をしていきます。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。今回は相手の方の三間飛車に対して私が居飛車穴熊で対抗しました。穴熊ならではの硬さと遠さを生かしたね指し方などを詳しく大盤で解説していきます。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。今回私の後手番ですので、将棋用図の画面とはこう上下がね逆になってしまいますが、ぜひぜひ対局編の方と合わせてね比較してご覧になっていただければなと思っております。今回私がですね後手番で相手方7六歩、3四歩、6六歩、4四歩、8四歩に7八飛車と、先手三間飛車ですね、相手の方の作戦はね。で、私は8五歩と突きまして、7七角、6二銀、6八銀、4二玉、4八玉、3二玉。そうですね、ここまで、王様を、ね、三間飛車に対して私の方はじっくりね、飛車側で玉の囲いを急ぐという形で、これ相手方でね、1六歩と突いた、この手がちょっと早めのね、端歩で、三間飛車に対してね、三間飛車、振り飛車に対して居飛車側の対策として、穴熊が非常にやはりね、有力な作戦ですのでね、早めの1六歩で、様子を見たということですね。で、私は1四歩と受けました。そして3八玉、5四歩、5六歩と。この5六歩を突かずにですね、6七銀と上がって、王様を例えば美濃囲いにした後にですね、場合によっては5六銀と銀をこのルートで使う指し方も考えられるところですね。実戦は5六歩と突いたのでね、また、違う形のね、戦型に進んでいきます。で、5六歩に対して3三角とね上がりました。この手では4二銀と上がって、例えば5三銀、3一金などね、これはエルモ囲いと呼ばれますけれども、ここからね、6四銀と出て急戦模様に指すような順もあるところですね。ただね、プロの公式戦でも、3三角、このような形で3三角と上がって、左美濃や穴熊といった持久戦策の方がね、三間飛車に対しては、プロ棋士がね、用いることが多い指し方になりますね。はい。で、3三角に対して2八玉、2二玉、5八金左と上がりまして、5三銀。ここは先手も作戦の分岐点ですね。1八香と上がれば、振り飛車穴熊になるところでしたけども、実は3八金と上がって美濃囲いが確定しました。それに対して私のは1二香と、ここは3二銀と上がってね、美濃囲いに組む指し方も有力ですね。1二香は、シンプルに穴熊を目指すと。このね端歩の付き合いが対局編の時もねちらっと言ったんですけれども、端歩を受けるとね、以前は穴熊という指し方が少なかったんですけれども、近年はねこう端歩を堂々と受けて、その後にね穴熊に囲うという指し方が見直されてきているということでね、ちょっとね端歩を受けての穴熊というのは、ちょっと強い方ですとね違和感があったりするかもしれませんが、この場合はね、端歩一手ね受けて、この受けることでね、なんですかね、組むのが遅れてしまって振り飛車から速攻されるような手がねなければ、受けて指す、受けてから穴熊に組むという指し方も有力なところになります。そしては、実戦は4六歩と先手をつきまして、1一玉に先手3六歩と、そして4四銀、これ4四銀がちょっと工夫した手ですね。手の流れですと2二銀が自然なんですけれども、2二銀はね別に当然悪い手ではないんですが、3七桂とね飛ばれた時に両取りを見せられてね、例えば4四銀と上がりますと4五歩とね、これ先手の方が選ぶかどうかは別にしてね、こういう手があるんですね。これで5三銀と引くとねちょっと手損になりますからね、実戦はこの2二銀と上がらずにね、先に4四銀という手は、実戦はねこう5七銀だったんですけれども、例えば、先手が3七桂であれば4二角と銀より先にね4二に角を引いて4四銀4二角を急ぐという意味ですね。4五歩の時に3三銀とこちら側にね玉の方に固く引けるというのが、このね先に4四銀と上がるメリットになります。実戦は4四銀に対してね、先手方5七銀だったので、2二銀と上がりましてね、常にねやっぱりこう3七桂には4二角という構えですね。
で4七金と上がりまして、4二角、3七桂に5一金右とね、この角銀から角を急いだことで、実際もそうですけどね、この4五歩の時に3三銀引くとね、もちろんこちらに引かされたらね、それで苦しくなるというわけではないんですけれどもね、やはり手が損しますから、こちらに引けた方がやはりね、王様硬くなりますんでね、皆様にもね、この形なかなか組むの難しいかもしれませんが、ね、この手順をぜひね、見ていただいてね、こう右銀を固めて、より堅い穴熊にね、組む指し方をね、参考にしていただければなと思っております。で、実際3三銀引きに、4六金と。まず後手の方はね、穴熊こう銀を引きつけまして非常に堅い穴熊になったんですけれども、先手の方からしましてもね、この高みの囲いは非常に美しい形ですよね。右側にですね、駒がこうまとまってましてね、本来この銀は、本来というかね、こちら側で使うことが多い銀が、こちらのね、玉の方の要所にいますから、これは好みですけれどもね、好みの高みの囲いが非常に美しい形なので、振り飛車側も十分に戦えると言えると思います。形勢ほぼ互角ですね。では私はここで7四歩と突きました。ここは3一金と寄って、どんどんね4一金と固める手もあるんですけれどもね、ただこう偏りすぎてしまうのはねちょっと怖いところがありまして、例えば6五歩と突いて4一金寄りに、例えば1ですけど7五歩といった感じでね、こちら固めすぎますとね、こう歩を2つ張られて、これ取れそうなんですけどね、取ると3三角成と取る手がありましてね、これは同銀ですと角を取られて銀損になってしまいます。といってね、同角と取らなければもちろん駒を損するわけではないんですが、例えばね3二金と上がっといてもね、これ2六歩といった感じ、こんな感じになった時にね、やはり桂馬が活用できないのでね、もちろんこれも穴熊が非常に硬いんでね、穴熊側としても不満はないですけれども、少しね桂馬が使いづらくなるのを嫌ったというのが、実戦のねこの局面で、玉を固めるというようにね優先して7四歩と突いたということになりますね。この手はですね、もちろん桂馬の活用もそうなんですけど、先手の方からね、本譜もそうなんですけど6五歩とこの歩を突いてくる形がね、常用手段なんですよね、振り飛車側のね。その時にやはり桂馬を飛んですぐこの歩に当たってくるというのはね、一つなんですかね、6五歩対策の一つなんですよね。で実戦は7四歩に対して5五歩と動いてきました。これは6五歩でしたら今言ったように7三桂が結構ね気持ちのいい活用でしてね、これで6八飛車とこれぐらいもあったと思うんですけどね、これもいい勝負ですかね。例えば1に上げますと8六歩同歩同角8八飛車、8五歩と打って6六角に6五桂、これは一例ですけどね、ちょっとスラスラと並べましたけどね、これでこう桂馬が先手の方は後手の方はさばけたと。ただ後手の先手の方もねこの四角をちょっとこう重い形にしてましてね、例えばこれ5五歩と突くような感じで、どうですかね、いい勝負ですかね、これもね。ただ桂馬がさばけてるんでね、後手も不満がないかもしれませんね。例えば6四角と引いて、5四歩に、8六歩と伸ばしてとかね、こういう感じでね、どこかで4六角同金5七銀みたいな強手もあるのでね、いい勝負ですかね。ただ先手としてもこういう順もあったと思います。実戦は、5五歩と突いたので、より激しいね、より厳しい手ですけどね、同歩に6五歩とね、この手は意味はですね、7三桂ならばもう6八飛車ではなく5五角とね取ってしまおうってことですよね。5五角とね、6五桂はもちろん飛車取られちゃいますし、なんかねこう飛車が寄ったりすればね、やはりこう角が威張りますから、例えば5四歩と打ったりとしてね、これ一つ先手の理想形ですかね。こう角を5五に置いて、攻防にね効かせて、大威張りですからねこの角はね。で解説が前後しますが、6五歩と突いて7三桂に、先ほど6八飛車と言ったんですけど、これで5五歩ですとね、同歩と取ってくんないんですよね。6五桂と先に飛ばれちゃってね、角が下がると5五歩と取られちゃいますし、上に上がると8六歩と突かれちゃうんで5五歩が入らないんですよね。ですのでね、ちょっと激しい手といったのはこのタイミングでね、先に5五を突いてから6五を突くことでね、5五角を急いだ指し方。ただしこれ相手にね本当に歩を1歩渡しますのでね、ちょっと後戻りしにくい、6八飛車のようなねこうゆっくりじっくり指すような手が利きにくくなりますね。ということで私は8六歩と
手筋ですね。これもね5角出てくるのは、なかなかこう銀で来る形にはなりにくいので、角で来る形がね想定されるので、角で来た時にこう飛車をねさばけようということなんですけれども、この8六歩ね同歩もあったと思うんですよね。同歩とねじっと取っとく手もあったと思います。同歩に対しては、7三桂のつもりだったんですけどね、これで例えば5五角なら8六飛車とさばくと。こういう感じ、これで歩を打っとくとかね、あるいは7三桂の時に5四歩と打つとかね、で桂馬を飛んでから角を出るとか、こういう感じもあったと思うんですよね。実戦はもうなんていうんですかね、非常にシンプルかつ一番激しい手なんですね。8六飛車に5五角とちょっと出たわけですね。ただしこれはね、私のも金がこう寄ってないとはいえ、やはり穴熊完成してるんでね、振り飛車側としても結構リスクのある指し方だったかもしれないですね。実際8七歩成と、強くね、攻め合いまして、これね、飛車を取ってくれば飛車を取ってね、こうですね、こう8二角成7八との攻め合いはね、これはお互い飛車を手にするんですけど、後手からこう飛車を打ってと金をこう寄ってくる手が厳しいんですよね。馬はできてるんですけれども、馬でこの王様に攻める手よりも、この今最後飛車取ったと金がこう寄ってきてこの金を攻められる手の方が厳しいですね。ですので単純な取り合いはできないということで、そういったところで5八飛車とね、逃げたわけですね。で私は8五飛車と。これ9二飛車はねちょっとやっぱ弱気ですね。これもあると思うんですけどね、これはちょっとやっぱり飛車使えなくなるんで、例えば5四歩とか一回垂らされて、次に5三歩成同角3三角成でね、こう飛車ボンと取る手があるしますしね、これ飛車ちょっと使いにくくなっちゃうんで、この場合は、8五飛車とね、香車は取られちゃいますけど、やっぱ飛車のさばきを優先する方が穴熊らしい戦い方ですね。で実戦は9一角成と、香車を取られるんですが、7八とね、攻め合いまして、この時今迷いましたね。この時がうまくもっとね使う、もうこう寄っていけるのが理想ですけどね、寄ると桂馬で取られちゃうんでね、ちょっと入ってね、ここも難しかったですね。実際はここまでだったんですけど、同飛車とね、取る手もあったかもしれないですね。実戦で言ったんですけどね、これちょっと悔しい手ですけど、これやっぱりと金をね、外しておいて戻っとく。ただ香車で取られちゃうんでね、ちょっと先手不満かもしれないですけどね、実戦は7八とに、5五馬とね、この形が先ほども言ったように非常に美しいんでね、実際8九飛車成と並べるんですけれども、2六香と打って先手の方としてはこの5筋から右半分に戦力を集中させて、こちら側は多少突破されても穴熊を攻略すればいいという構想でね、なかなかこうやはり筋のいい振り飛車ならではの指し方なんですけれどもね、ただし穴熊がある程度固まってますので、この攻めがどれぐらい厳しくなるかっていうのが、勝敗を分けますよね。で、2六香と打たれたところで私もね、方針が難しいところですよね。攻め合う手なら8六角と出てね、この角をシンプルに馬にする、あるいは6八とから5九とのようなね、こういう攻め合いもありましたけどね、ただ角がこう動いてしまうとね、よりこの攻め、例えば3五歩とかねという時に角が受けに引かなくなるんでね、多少リスク、攻めのリスクはねあるところですね。実戦はここは方針を決めるところで2四歩と、これはね、一旦受けに回って、実戦で出てくるんですけど、先手の攻め方次第ではカウンターでね、仕留めてしまおうという手でね、2四歩は直接的には2五桂とね飛ばれる手を防いでるわけですね。2五桂と、例えばこれ先手番ですと1五歩、一例ですけど同歩1三歩と打ってくる手がありまして、同香に2五桂、2四銀、1三桂成、同銀で、この時にね香車を打ってあるので2三香成と、ここまで来るとちょっとね馬が大威張りですからね、いくら穴熊といえども受けにくくなりますね。ということで2五桂を今のね手順中の2五桂という端攻めを防いだのが、この局面で2四歩と突いた意味になりますね。ただ2四歩を突きますとね、ここの地点が空きますからね、実戦も出てくるんですけど、ここに桂馬を打たれる形でね馬が来て詰まされるという筋には気をつけないといけないところです。実際はねこう2四桂止めなくなってしまったので3五歩と、先手はね、この銀を使ってきました。そして先手同歩同銀、言いなりのようですけどね、これで3四歩と受けてこの角が効いてるんでね、
2四銀と先手も行きたいんですけど、同銀同香同角とね、先ほど言ったように角がこういなくなってしまうとこうね2四銀と出られちゃうんですけど、角が受けに効いているんでね、なかなか攻めが難しかったかもしれないですね。これまさかこう下がるわけにいかないですかね。下がるんでは単なる不交換ですし、逆に3五桂みたいなね手も出てくるかもしれませんしね。ということで実戦は4四歩、これ攻めの手筋ですね。同歩なら同銀でね攻めれる。ただねここまで引きつけておいて、ここからがねなんていうんですかね、私の狙ってたというかね、2四歩ちょっと受けに回った手だったんですけれども、先手はこう攻めてきたタイミングで、穴熊のね遠さですかね、この場合硬さというより遠さを生かした反撃をしていきます。この4四歩に対してね3五歩とこっちの銀を取っちゃうんですね。この銀取りますとね当然先手も4三歩成と、部分的にはここに大きなと金ができてね、銀を取られても銀か角は取り返せる形なんでね、先手大成功に見えるんですけれども、この時に3六桂がね強烈なカウンターパンチというかね、この美濃囲いのね高みのあるいは美濃囲いに対する桂馬の手っていうのはやっぱ泣きどころでね、この桂馬一発入っただけでね一気に、先手陣がぐわっときたというかね、この桂馬に対してね王様をね引いてしまうと2八銀で、詰んでしまいますしね、寄る形なら即詰みこそないですけどね、例えば1五歩あるいは2八銀とね打たれても非常に厳しいですね。次こう4九竜とバサッと切ってね、頭に金打つ手があるので、これはちょっと逃げきれないということで3六桂にね、同金と取ったんですけれども同歩とね取りまして、一回2四歩とね突いたんですけれども、この相手の先手の攻めに合わせてね、スピード感を出して反撃するっていうのが私の狙いでした。この局面でね4五桂という手が利けば、先手としてはこうやりたいんですけどね、こうやりますとねいろいろな手があるんですけど、シンプルに打ち込む手が厳しいですかね。3七銀とで竜がねやはりこの4九の金に効いてるんですよね。同銀ですとね同歩成で最後にこの金取られちゃいますし、これ同馬と取ればね同馬同歩成同玉ならこの金は取られることないんですけど、この急所にいた馬がね消えてしまってね、これ例えば3四銀ぐらいでももうね後手の王様が手つかずになっちゃうんですよね。で先手はこの5五の馬がとにかく攻防の軸の駒なので、この馬が消えてしまった瞬間にね穴熊がもうどんどん遠くなっちゃうんですよね。ということでね、実際桂馬はこれ逃げたいんですけど逃げれないということで、2四香と走りました。ただこの2四香は非常に鋭い手ですよね。これ取れそうですけどふらふらと取ってしまうと2三桂と打たれて仰天ですね。もう即投了になっちゃいます。この馬はね強力なんで、この手はねやはり2四歩と突いた時からやはりこう2三桂っていう形をねやはり気をつけないといけないですよね。はい。で2四香に対して私は1回3七歩成、これは王手が先なので取りました。これに対して同馬でしたら香車を取ってね、これでしたら同香車を取って悠々とね十分でしょうね後手がね。実戦は同玉と頑張りましたね。同銀も金が取られちゃうんでねしょうがないですね。同玉、ただ玉が露出したのは非常に先手にとっては痛いですね。2三歩と受けてね、これ手堅い受け方ですね。はい。ここでねちょっとやっぱり先手の駒が攻め駒不足でしたかね。やはりこうね金と桂馬をこう手順にね筆取っていったのが大きくて、ここで優勢がはっきりしましたかね。3三外を取っても同角でね、やはり穴熊は遠いと、2三香成同銀3五桂みたいな手がね、私の方がちょっとこうやって馬がね近づくのが怖いんですけど、この場合ね今取った香車を3四に打つ手がぴったりの反撃なんですよね。これが先手にとっては痛い、玉が露出してるんでね桂馬が動けないですから、この攻めが効かなかったのがねちょっと先手としては痛いところ、この攻めが効かないということで、後手優勢がはっきりしたかなと思います。実際はね4五桂と駒をね攻め駒を取ってしまうと清算してしまうとすっきりしてしまうんでね、駒を盤面に増やしてね厚い攻めを目指したんですけれども、こうやって2三歩取ってからならね2四銀とこうかわす手がねぴったりの受けですよね。もう一枚先手に桂馬があれば2二馬同玉3四桂でね後手玉を一気に詰ますことができるんですけど、先手はもう歩しかないということでね、実戦は3四歩と打ってね、この4五桂から3四歩はね攻めとしては非常に参考になる手でね、こう取ってしまうと金がねこう守りどんどん働いてきてしまうので、種駒というんですけどね、こういう種駒を残した上でこ
ね、攻めの駒を増やそうという、ね、手なんですけれども、この場合はね3五香の反撃が痛いですね。こう攻めは手厚くなったんですけど、やはり、後手の方にね戦力がかなり蓄えられてしまったのでね、3五香と打ちまして、で玉を引いて、寄ってもね8七竜と膨らんだ手もありますし、ちょっとこうしのぎきれないということで2八に戻ったんですけどね、ここで2五桂が手堅い攻め方ですね。3六桂と打つともう一回上がられてちょっとにわかにどうね、これでも悪くはないですけど、どうねまとめ切ろうかとなってくるんですけどね、2五桂と、上から押さえる形を作るっていうのが寄せの急所になります。こうなってしまうとね、もう上部脱出はね先手玉は絶望的ですね。実戦は、2五桂です。3三歩成と攻め合いましたが、2二馬とね切っても同玉で、角が入りますとね、4六角から先手玉は詰みがありますし、こう3三銀と打っても1一玉と逃げられてね、もう1枚駒がないんで届かないんですよね。ということで、2二は利かないということで3三歩成とやったんですけれども、この時にね、一回同桂と取りまして、同とかなりねピンチに見えるんですけれども、ここでね3七銀と打っていくのが攻防において分かりやすい決め手ですね。王様が逃げますと、どこに逃げても金打ちまでの詰みがありますので、実際は同銀と取ったんですが、同香成と取りまして、そうですね、これでついにね先ほどから再三言っていたこの5五の馬が動かざるを得なくなったんですね。実際は3九玉と引いてね、詰みが生じたんですけど、同馬と取ればねまだ先手玉に詰みはなさそうなんですが、同馬でしたら同桂ないですかね、シンプルに取ってしまって、同玉に叩いてね攻めていく手もありますし、場合によってはこれで3三銀上がるぐらいでね戻しておけばどうですかね。先手も銀桂桂香歩いっぱい持ってるんですけどね、この穴熊が遠すぎますね。3三桂成でも全然遠いですから。で後手からは4九竜3六歩、攻めが複数あってね、はっきり、後手勝勢ですね。ということで、実戦は3七香成に対してね、馬が戻ってしまってはね、勝機なしということで3九玉、これなら馬が残ってるんでね、手番が来れば、逆転なんですけれども、これは即詰みが生じました。2九金同玉、4九竜と、ね、送りの手筋で金を取りまして、実戦は3九歩と受けたんですが、3八銀と打ちまして、同飛車同竜同歩に、最後はね一手詰めまで相手の方が指しましたね。2八金と、打ったところで、先手の方の投了となりました。ここはもう一手詰めでね綺麗な、後手の一手勝ちで、勝負が決着しました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。三間飛車に対して居飛車穴熊に囲いましてね、振り飛車ならではのさばきに対して私も強く戦いましてね、最後は穴熊の遠さと硬さを生かした指し方、ぜひぜひね皆様の対局の参考になればなと思っております。